おはようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。本日はすり合わせです。実際の作業をしながらご説明していきたいと思います。ものはワッシュバーンの P4 ってやつです。ちょっとこんな形をした風変わりなギターなんですけど、一応ね、依頼内容としては、全体調整必要なんであれば、すり合わせもしてくれっていうことで、すり合わせっていうのは、フレットのね、高さのばらつきを揃えたりっていうことなんですけれど、何はともあれ、まずは、このギターのどこに不具合があるのか、すべてのフレットをこうやって弾いてみて、どこのポジションでこうビビりが多いだとか、そういうのをチェックしていきます。最初のチェックが一番大事です。まずはチューニングですね。で、ネックの状態を見ます。上からと下からね、両方見てくださいね。で、さらに、このように、ちょっと反ってますね。今これで完全にフラットな状態になりました。この状態で今弦高が1弦側が1ミリで、6弦側も1ミリですね。で、ナットの溝の高さも正常ですね。フレットの高さのばらつきをチェックするときなんですけれど、定規を使って当てがって隙間をこうチェックするっていう方法もあるんですけれど、ある程度ネックが状態がいいっていうこと。それが前提として、弦高を1ミリとか、0.8ミリとか0.7ミリとか、かなり極端に低くしてあげます。で、その低くした状態で、すべてのフレットを一つずつ確認していくんですよ。弦高を低くすればするほど、精度が求められるんですね。なので、ちょっとしたフレットの高さのばらつきがあった場合に、そこの部分だけビビリ音が多く出たりします。で、一つずつ、チェックしていきますね。これわかりますか？4弦の3と4フレットあたりかな。この5弦の3、4フレットあたりもちょっとビビリ音が多いですよね。4弦の3、4はもう確実におかしいですよね。このおかしいなっていう風に感じた時に、ステンレス定規でこうやって見てみるんですよ。で、そうすると、原因としては、3、4フレットがバズが多いんであれば、5フレットとかね、が、高いか、もしくは、3、4フレットの自体が、低いか、どっちかですね。で、このケースの場合は、5フレットがね、少し出っ張ってるんですよ。5フレットを中心にシーソーみたいにね、カタカタしてしまうんですね。で、おそらくね、3フレットとかも、こっちはね、逆にね、低いんじゃないかなって今思ってます。高さのばらつきが分かったら、赤とね、黒のサインペン用意して、私の中のルールでは赤ペンが出っ張ってる。黒いペンはそこのフレットは低いっていうことにしてます。なので、4弦、5弦の5フレットですね。このあたりはちょっと高いんじゃないかと。で、じゃあさらにチェックしていきましょう。これわかりますか？1弦の19フレットですね。ここを弾いた時だけちょっとバズが多いんですよ。で、20フレットを押さえるとそのバズがすぐ消えます。18フレットもそうかな。なので、この辺に問題があると。これはね、ちょっとね、判断が難しいんですけれど、
明らかにね、19フレットとか、18フレットが少しね、低いんですよね。印をつけておきます。で、これの他にも、これも使ったりします。こういうね、短いやつを使って調べると、大体ね、どこが低いかとか高いかとか分かってくるんですよね。ばらつきがどこにあるか。あとは、全体的にね、こうやってチェックするのも、必要ですね。全体的にチェックするときは、この枕をね、こっち側にしてしまうと、ここがね、たわんでしまって、ちょっと順反りになっちゃうので、中間ぐらいですね、に置いてチェックします。ガタつきがありますね、これはね。もしフレットにばらつきがあると、フレットのこの頂点ですね。この頂点の隙間から、反対側からのね、光が漏れて見えるんですよ。それが一つの判断基準になりますね。手で覆い隠してあげると、割とね、その隙間から漏れてる光がね、わかりやすいです。結構ね、もうこの辺はバラバラですね。さっき記した部分以外も隙間があったりなかったりっていうのはバラバラですね、このギターは。まあもっとね、弦高が高い状態で弾くんであれば問題ないんですけれど、このぐらいのばらつきっていうのは。6弦側の方がまあまあ揃ってますね。やっぱりね、この長い定規で調べても、さっきの5フレットはこれ高いですね。ここだけ出っ張ってるというか。で、その次にチェックしたいのは、出っ張ってる部分をこうやってよーく見てみて、こういうね、木片で押さえつけてみるんですよ。こうやって。そうすると、ものによっては、浮いてる場合はね、ここギュッとこう押さえたときに、ここのね、フレットがね、少しだけふにゅふにゅふにゅってこう、動くのがわかるんですね。これは全然その気配はないです。でこっちのハイフレットの方もチェックしましょうかね。全然微動だにしないですね。でね、必要に応じて、ハンマーでね、出っ張ってるなっていう部分を、こうやってね、叩いてみてもいいです。叩いた上で、こうやってチェックしてみて、うまくすればね、ちゃんとこう沈んで、その出っ張りが収まるってこともあります。でただこれはもう全然、今打ち付けても全く変化ないので、この辺までこうやってね、じっくりチェックして、全体像を把握しておきます。そしたら、弦を外してマスキングをしていきます。でまずこの状態でネックをまっすぐにします。さっき弦が張られてた状態で、チューニングもされてた状態なので、弦をこうやって外すと逆反りになるはずなんですね。ちなみにね、このワッシュバーンのこのトラスロットは、順反り逆反り両方に効く 2way のトラスロットですね。で、基本的にネックっていうのはどまっすぐじゃなくて、エンドの部分、だいたい17フレットとか以降とか、その辺はこう緩やかにわずかにこう落ちてるんですね。こうやってね、当てがってみると、エンドに向けてね、こう少し空間が空くんですよ。この場合、最終のフレットの部分が高くなっちゃってるんで、今ね、そこで使えてしまってるんですけど、でさっきチェックした通り、この5フレットの部分が少し周より高いので、シーソーのようにカタカタしちゃうんですね。こんな感じで。だいたいこうまっすぐにできました。そうしたら次はあくまで私のやり方ですよ。出っ張ってる部分がもう明らかなので、ここの出っ張ってる部分をペーパーで少しこう擦ってあげて、周囲とね、だいたい同じ高さにしておきます。いきなりね、こうやって、ブロックを使ってね、こうやって全体をこう擦る方法っていうのもあるんですけれど、こうやってもう原因が明らかな場合は、まずそこの目をね、潰していくんですよ。
その方が、全体的にこうやっていきなりするよりかは、削る量が少なくて済むんですよね。一つ注意点としては、大体ね、出っ張ってる部分っていうのは、このギターの場合は、この5フレットの、2、3、4、5なんですよ。なので、1弦側と6弦側、端っこの部分は削っちゃダメですね。端っこの部分削っちゃうと、今度低くなっちゃいますから、ですから適宜こうやって移動させて、チェックをして、まだこの辺高いですね。なので、今度はマスキングテープのこの辺りにこうやって、これ今私600番使ってますけれど、これかなり削る必要があるなっていうふうに判断できたので、このぐらいの粗いペーパーから始めてます。800番とか1000番使う場合もありますね。まだこの辺あと少しですね。これでほとんど5フレットの出っ張りは平坦になりました。ハイフレットの部分とかだと、これを使った方がチェックしやすかったりするんですよ。全体をこうガシガシかける前に、大まかにレベルが揃うようにしておきます。で、最後にブロックでガシガシやっていきます。これはどこだろう。ここかな。この辺ですね。こうやってね、暗くした方が反対側からのね、隙間の光の漏れがね、確認しやすいんですね。フレット交換の動画では、もう本当に撫でる程度っていうふうに言いましたけれど、要は指板修正を完璧に行って、フレットを打った場合、新しいフレットに交換した場合っていうのは、本当にね、最後に撫でる程度のすり合わせで大丈夫なんですよ。それで頭が揃うんですね。で、ところが、フレット交換をせずに、こういうふうな、フレットの高さのばらつきをフレットのすり合わせで直してほしいっていう場合には、かなりね、削る量が多くなるので、もちろんそれだけね、フレットの頭も平坦になっちゃいますし、デメリットもあるんですけれど、で、あとは最終フレットですね。最後のフレットがね、かなりね、出っ張ってるんですよ。ここ削っちゃいましょう。こういうふうに明らかに出っ張りが多くて、ここ邪魔っていうようなところを処置してあげて、こうやって削って、もう一回こうやってチェックすると、その他でね、問題がないなと思ってた部分も、ここもなんかガタつきが、ばらつきがあるんだなっていうのがね、分かってくるんですね。分かりやすくなってくるんですよ。大きな問題から目を潰していくっていう、そういう方法を私はとってます。これ人によって違いますからね。リペアマンによってやり方様々ですので、いきなり大きなブロックとかで全体をね、すり合わせしていく人ももちろんいます。で、これでほとんどあったかな。最終フレットの高かった部分がなくなりました。で、なくなったところでまたこうやって長いのでチェックしてみると、そうですね、この15、17、18、18、19フレットは低いんだよな。この最後の2本ですね。この2本もいっちゃいましょう。これどうかな。だいぶいい感じになってきましたね。この辺っていうのは、なだらかにこう、落ちてるので、当てがっても、ピタッと隙間なくレベルがこう確認できるわけではないんです。
で、どうやって調べてるかっていうと、こうピタッとこうやってね、置いたときに、このエンドの部分ってこう落ちてるので、要はここって曲面なんですよ。定規を当てがったときに、少しね、こうやってカタ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 、カタ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 ってこういう風な感じになるんですね。一番このエンドの部分からぴったり面が隙間なくなってるかどうか、こうカタカタこうやって、音わかりますこれ。定規を動かしてみて、それで調べてます。で、こうやった時に、あるポジションにね、今ここに隙間ができてるんですよ。なので、このぐらいの隙間であれば、最後の、大きなブロックでね、全体をこうガシガシ、こうすり合わせをする段階で消えます。で、当然ながら、ここにこうやって力をグッとこうやって押さえてると、こっちはもう当然、隙間がもう空きまくりなんですね。こっちは傾斜してるわけですから。はい。これで今、大雑把ですけど、出っ張りが多かった部分とかっていうのは、削ることができて、大体同じレベルにはなりました。で、この段階まで荒仕上げというか、全体的にレベルを揃えることができたら、次に、大きなブロックですね。を使って全体をすり合わせしていきます。使うのは1000番です。ちゃんと擦れてるかどうか確認するためには、こうやって光に照らしてみると、擦ったね、跡がこう、わかるので、どっか当たってない場所があるなと思うと、そこはピカピカのままだったりね、そういうふうに判断がつきます。そう。でね、ここはね、3フレットのここがね、低いんですよね。でも、低い分に関してはどうしようもないので、低い部分と同じレベルにまで全体を擦っていかなきゃいけないんですよ。ちょっとイレギュラーな方法として、この低くなってる部分だけフレットを浮かすっていう方法もね、その場のしのぎでね、そういう方法もあるっちゃあるんですけれど、めったにそういうことはしないですね。てか、基本的にそういうフレットを浮かして、合わすっていう、面を合わすっていうことはしちゃダメです。これもね、今、闇雲に削ってるわけじゃなくて、ここの3フレットのちょうど中央付近が低いので、あえてこっち側のね、真ん中付近をこう狙って今削ったんですよ。ほら、そうすると、だんだん合ってきた。隙間がなくなってきましたね。で、5フレットが高いってさっき言いましたけれど、これね、わかりますか？他のこの両端と比べて、5フレットだけかなりこの頂点の平坦になってる面積が大きいのが、なんとなくわかると思うんですね。とこんな感じで、全体のレベルが揃うまで、擦っていきます。
OK、これでぴったりですね。はい、じゃあ次はハイフレット側やりましょう。このハイフレット側やるときも、ここの最後のエンドっていうのはなだらかにこう下ってるってことを頭の中でね、こうやって意識しながらやります。で、チェックするときは真ん中と両端と3箇所チェックしましょうね。そう、今さっき言った通り、ここはこう傾斜してるので、このスケールをこういう風に動かしてチェックしてます。完璧ですね、これで。で、特にね、ハイフレット側、これは、長い定規だけじゃなくて、こういうね、短いスケール定規でもこうやってチェックしましょう。これでもう OK ですね。こうやってね、見てみると、どのフレットがどのぐらい削られたかっていうのがわかりますね。この5フレットなんていうのはかなり削ってますよね。この頂点が平らになってる幅が広いですから。これでフレットのばらつきは完全になくなりましたので、次は、今こっちの方向にペーパーの跡がついてますよね。なので、この方向にペーパーの跡をつけます。こういう感じです。で、これやるときに必ずこの端っこをね、やりすぎないように、端っこをこう落としてしまわないように気をつけましょう。はい、これで OK です。はい。で、ここまで済んだら、いきなり仕上げの段階に入らず、一旦外して取っておいたこの古い弦、実際にね、引いてチェックしてみます。マスキングはまだ剥がさないです。この状態のまま、弦を張ってチェックしてみます。もう一回まっすぐになるようにネックを調整して、で、今ね、弦高を、さらに低くしました。0.6 ミリぐらいですね。で、この状態で、またさっきのように全てのフレットを弾いてチェックしていきます。最初に不具合が出てた4弦の3、4フレット、4、5弦の3、4フレットですね。この辺、重点的にチェックしましょうか。すべてのフレットで同じぐらいのビビリ音になってますよね。高さのばらつきがなくなったので、このように改善されました。こうやってね、一弦のハイフレットでこう思いっきりチョーキングしてチェックもします。フレットの高さにばらつきが残ってたりすると、一弦のこの思いっきりチョーキングをした時に音がプツってね途中で切れちゃったりするんですよ。精度が高ければ高いほど、要は面が合ってれば合ってるほどこのチョーキングした時に音切れせずになりますので、最後ナットですね。全体こうやって削った
った結果、当然ながらフレットは低くなってますから、ナットの溝の高さが上がったってことになるんですね。逆を言えば。1フレットに対してのナットの溝の高さが高すぎるんであれば、その段階でナットの溝の修正も必要です。で、これはね、そこまで削らなかったので、いい具合のナットの溝の高さに収まってますね。ですから、ナット溝の修正は必要ないです。現行約 0.6 ミリで、これだけね、全体的に、同じようなバズ具合、ビビり具合ってことは、裏を返せば非常に精度が良くなった。ばらつきがなくなったっていうことなので、で、これで、あとは、もう一度弦外して、最後の、仕上げをしていきます。はい。で、今、これが1000番の番手でレベルを揃えたので、1200番を使います。私の場合、こういうね、パッドを使ってます。これESP の専門学校で最初に作らされるジグです。で、今フレットの頂点が平らになっているので、これを使って、こういう感じでね、擦っていきます。今のでね、だいたいこの角っこの部分が丸みが出て、滑らかになるんですね。今度は、こっちの方向で、ペーパーがけしていきます。で、これも、頂点をこうやって削るんではなくて、意識的にね、この左右、こっちの斜めの方向ね。そうするとさらにこの角っこが丸くなって、形状がこうね、丸くなってくるんですね。まあ、といっても、私の場合、ここの丸みをつけるヤスリ、専用のヤスリは使わないので、前、動画で紹介しましたけれど、その理由については、まあちょっと動画見てください。何番だったかな、もう忘れちゃった。フレットの丸みをつける道具、ヤスリ、これね、ステマックからとか出てる。逆 R がついたこんなやつ。これはね、私使わないんですよ。もちろん使う人もいますよ。はい。これで全体を1200番でできました。この柔らかいスポンジで今やったんですね。で、これだけだと一番てっぺん、頂点の部分っていうのは、まだ1000番の傷が残ってるんですよ。これわかりやすいな。そう。こんな感じでね、まだ1000番の傷が頂点には残ってるので、こっちのね、硬いゴムのついたやつ。これで、こういう感じで、てっぺんの1000番の傷を完全に落ちるようにします。これをね、やっとかないと、最後の鏡面の磨きの段階で、あ、まだ縦傷が残ってたってことになるんですよね。はい、これで OK ですね。はい、では次は、スチールウール使います。これは、シャープ000番だったかな、細かさは。台所で使うような、ものすごい粗いスチールウール使っちゃダメですよ。あれ、傷だらけになっちゃいますからね。このスチールウールも、その昔、東急ハンズでしか売られてなかったので、よく東急ハンズに買いに行きました。だけれど、今は Amazon で売られてますね。000番とかね、0000番とかね。0が多くなればなるほど、細かくなるんですね。確かね、これはね、000番だったかな。そう、000番。スチールパッド、ナンバー000。これで決まりって書いてあります。これで決まりです。はい。OK かな。
はい。で、最後の仕上げが、金属磨き。フェルナンデスの946ですね。これ愛用してます。光沢を出していきます。私はこうやってね、手作業でやってきてるんですけれど、この金属磨き専用のバフ掛け機とか、もしくはハンドドリルで先端に布とかね、つけて、それでガーッと一気にやってる人も多いです。っていうか、そっちの方が多分多いと思います。はい、これで完成です。あとはね、マスキング剥がして、シバンオイルで汚れを取ったりして、で、新しい弦を貼って、チェックして完了です。で、原稿も確認します。これね、この貼ったまんまじゃね、どうにも下がんない、回んないんだよな。これでいけるかな。いけた。原稿は低い方がいいということなので、1ミリから1.2ミリに合わせます。このギターはなぜかね、3弦だけちょっと原稿が高くなっちゃうんですよね。ローラーのね、このブリッジの部分が影響してると思うんですけれど、これ個別で原稿の調整ができないので、もうこの3弦の原稿が高いっていうのは、このギター仕方がないですね。何も処置のしようがないです。で、完全にセッティングできたら、改めて全てのフレットを弾いて確かめていきます。4弦と5弦の3、4フレットですね。これ全然大丈夫ですよね。完成いたしました。すり合わせって一言で言っても、これだけ手間がかかるということです。ポイントとしては、闇雲にこうガシガシ削らないってことですね。一番最初にチェックした段階で、ここが高いんだなとか、ここのフレットは低いんだなっていうことを全体像を把握した上で、その上で、吸っていく。闇雲にこうガシガシ吸っていけばいいってもんじゃないです。もちろんね、粗い番手でガシガシ削っていけば、一応最終的には平坦にはなるんですけれど、削る量もすごく多くなってしまいますし、事前のチェックはね、必ず、十分にしてください。まだ若かった頃は、このすり合わせも最後にこう弦まで張って、やった完成だと思った瞬間、ある特定のポジションだけまだ低かったりして、やり直しってことも、何度もしました。経験しました。そういうね、失敗を重ねることが、イコール練習になるのでね。最近ね、すごく弾くのが楽しくて、ほぼ1日おきぐらいに、必ずちょこちょことは弾いてます。やっぱりね、なんだろうな。昔と比べると、ガンガン弾いてた頃に比べると、指が追いつかないですね。劣化してるのがわかります、すごく。なのでやっぱり毎日の練習っていうのは大切だなっていうふうに思ってます。つくづく。今度ね、メタルドーデショーの方で最近の
2、3年前に、2年くらい前かな。すごく話題になった曲やりましたので、今度アップします。はい。ということで、いかがでしたでしょうか。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは。